皆様、自転車してますか？ジャパンサイクリングルートです。本日の道は八幡平アスピーテラインです。今回は岩手県側の松尾八幡平ビジターセンター付近から八幡平の中腹を登り、岩手県と秋田県の県境にある見返り峠を目指します。道の途中では八幡平に点在する湖沼や湿原、そしてかつてこの山の中に築かれた鉱山の町の歴史にも触れていきます。見返り峠に到着した後は自転車を降り、山頂散策路を歩いて鏡沼のドラゴンアイと八幡平の頂上を目指します。チャプターリストも用意していますので、各地点の景観を楽しみたい方は概要欄をご確認ください。それでは本日の道をたどっていきます。八幡平アスピーテラインは岩手県八幡平市と秋田県鹿角市を結ぶ全長およそ27キロの山岳道路です。正式な道路名は県道23号大府八幡平線。春の全線開通直後には道路の両側に高さ数メートルの雪の壁が残り、八幡平名物の雪の回廊が現れます。今回は松尾八幡平ビジターセンター付近から県境にある見返り峠まで登ります。この道では例年八幡平ヒルクライムが開催されています。メインコースは 19.1 キロ、最大標高差は1083メートル、岩手県内最大規模の自転車レースです。八幡平一帯は40を超える火山からなる火山地域で、十和田八幡平国立公園に含まれています。標高およそ1000メートルを境にブナを中心とする落葉広葉樹林から青森トドマツが広がる赤穂山帯の森へと移り変わっていきます。あっち建物あるじゃん。何あの左側の。ね。あ、ほんとだ、湿原やん。いいね。御在所を過ぎると八幡平の中腹に残る旧松尾鉱山の歴史が見えてきます。松尾鉱山は標高740メートルから1030メートルに位置した硫黄鉱山です。1882年に硫黄鉱床の大露頭が発見され、1914年から本格的な採掘が始まりました。かつては東洋最大の硫黄鉱山とされ、最盛期には従業員とその家族を含むおよそ1万5千人が暮らしていました。標高およそ1000メートルの本山地区には鉄筋コンクリート造りの集合住宅をはじめ、学校、病院、映画館などが整備されていました。山の中に生活に必要な機能を備えた一つの町が築かれ、雲上の楽園と呼ばれていました。御在所の案内板には、幻の雲の上の都市と記されています。その後、石油精製の過程で生まれる安価な回収硫黄が普及し、1969年に事実上の閉山、1972年に完全閉山となりました。しかし閉山後も鉱山から強い酸性の高排水が流れ続けました。1982年から鉄バクテリアと炭酸カルシウムを用いた中和処理が始まり、現在も24時間体制で処理が続けられています。すげえ。ちょっと待って、あれ廃墟じゃない？
山側に現れる大きな岩が玄太岩です。この付近は八幡平でも有数の展望地点。玄太岩の反対側には松川渓谷が開け、その向こうに岩手山を望みます。すごっ。道路の谷側に木々に囲まれた熊沼が見えてきます。熊沼は八幡平の中腹に点在する湖沼の一つ。八幡平には火山活動によって生じた窪地など数多くの沼や湿原が形成されています。また映えポイントなんですね。今回は自転車での走行のため黒谷地湿原の入り口まで行きます。この先の木道を15分ほど進むと展望台があり、その先は茶臼岳や八幡平頂上へと続いています。標高1541メートル、岩手県と秋田県の境にある見返り峠へ到着しました。ここは八幡平アスピーテラインで最も標高が高い地点で、今回の自転車でのゴールです。山頂レストハウスと有料駐車場があり、展望台からは岩手山と裏岩手連峰を望みます。八幡平の頂上へはここから歩いて向かいます。隣接する八幡平パークサービスセンターでは、山頂周辺の自然情報や登山道の状況を案内しています。散策マップの販売や残雪期に使用する長靴、スノーシューの貸し出しも行う山頂散策の拠点です。
鏡沼では雪解け水の浮力によって中央の雪が持ち上がり、さらにその中心から雪が溶けることで竜の目のような形が現れます。これが八幡平ドラゴンアイです。現れるのは例年5月下旬から6月上旬。その先には2つの水面が並んで見えるメガネ沼があります。見返り峠から歩き、標高1613メートルの八幡平頂上へ到着しました。八幡平は尖った峰ではなく、小庄や湿原、青森トドマツの森が広がる大地上の山です。頂上の周囲も平坦で樹林に囲まれているため、この場所には周囲を見渡すための展望台が設けられています。アスピーテラインの名は、八幡平のなだらかな山陽が縦を伏せた形に見えることに由来します。それでは本日のライドもここまでです。本日は東北屈指のヒルクライムスポット八幡平アスピーテラインを登りました。麓から見返り峠まで標高差およそ1000メートル。標高を上げるにつれて山の植生は移り変わり、小庄や湿原が点在する八幡平の山頂部へと近づいていきます。そしてその中腹には、かつて硫黄鉱山とともに築かれた雲の上の都市と呼ばれる鉱山町が存在していました。閉山によって町は姿を消しましたが、鉱山から流れ出す降排水の処理は現在も続けられています。火山活動によって形作られた自然とその山に入り暮らしを築いた人々の歴史。山頂へ続く一本の道の中に八幡平という土地が重ねてきた異なる時間が残されていました。それではまた次の道でお会いしましょう。皆様良き自転車ライフを。そんなサングラスだったの？視界に収まるように。宇田さんがもう全く動かない。またやってるわ。湘南大だよ。